これデフィーなんですけども、身長が172と、ホッとしますね。はい。ただね、ホッとするのは身長だけで、もうね、この子天才なんですよ。はい、皆さんどうも黒です。ってことでね、本日はデビューが決定したグループ紹介をしていこうかなというふうに思ってるんですけども、そのグループが AB6 です。はい。で、この AB6 なんですけども、もう知ってる方も多いと思うんですけども、ワナワン出身のデフィーとウジンが、ブランニューミュージックからデビューしてくるグループです。はい。で、プラスそこに MXM っていうね、もうすでにデビューしてたワナワンに、プリュに出てた、子たちがデビューしたんですけど、そのブランニューミュージックから。で、その2人が合流して、AB6 としてデビューするんですね。はい。で、そのグループが個人的には大型グループになってくるかなと、予想してます。はい。そんな AB6 についてね、紹介していくんですけども、ブランニューミュージックは MXM のヨンミン、そしてキム・ドンヒョン、で、ワナワン出身のパク・ウジン、あとイ・デフィが所属する新人ボーイズグループの名前を AB6 に確定して、5月にデビューするよということを明かしたと。で、それにあたって、公式 SNS チャンネルを通じてグループのロゴとアイデンティティを公開したってことで、それも、説明していくんですけども、この AB6 とは何ぞやということなんですけど、今のところメンバーこれ4人しか言ってないじゃないですか。はい。で、実はもう1人入ります。はい。で、もう1人誰かわかんないですよ。これまだ発表されてないんですよ。で、もう1人プラス、ファンですね。はい。ファンが1人やとして、合計で6になるんですよ。なんで AB6 なんですよ。はい。で、ファンでプラス1はもうわかるんですけど、もう1人がいるってことですよ。ここね、ちょっと AB6 どうなんねやろと思うところなんですけど、これね、メンバー紹介も後でするんですけど、MXM の2人は有名なんですよ。で、ワナワン出身の2人なんかめちゃめちゃ有名じゃないですか。で、そっからプラス1誰なんて。これね、多分練習生になるんかな、ちょっとわかんないんですけど、そこら辺はね。やけども、そのね、ネームブランドを持ってる4人のとこに、これもう1人ですって言われて、知らん顔やったら、ってならないですか。もう有名な子やったらわかりますよ、すでにね。やけども、なんかもうブランニューミュージックから、そのね、顔も見たことないような練習生の子入れてってなったら、その子結構プレッシャーやなっていう。最後にそれ発表されてて、しかもその4人と一緒にグループに入るわけですから。ですね、AB6 の5人の画像もね、公開されたんですよ。で、まだメンバー紹介はされてないんですけど、そのもう一人のね、写真も写ってるんですけど、こちらなんですけど、はい、これね、ジェファンに似てるって言われてるんですよ。だからジェファンが、AB6 でデビューするんじゃないかみたいな、あるんですけど、ジェファンはね、スイングの方で今ソロのデビューに向けて準備中とかで言ってたんで、どうなんかなとも思いますけども、なんかもう横顔それにしか見えないみたいな。やし、そんぐらいのネームブランドないと、プラス1でこれ後から紹介されても、ってなるだけやと思うんで、なきにしもあらずかなとは思ってるんでね、今の K-POP とこうね、こんなこと起きるんやみたいなのもありますから、はい。ただありえないでしょうけども、そんな可能性もあると。はい。ということで、まだメンバー紹介されてないんですけども、4人、とりあえずね、今回メンバーがもう発表されてるんで、そのメンバーについてご紹介していこうと思います。じゃあまずね、MXM のメンバーから紹介していきたいんですけども、まず MXM っていうのも、僕もね、正直 MXM を追ってなかったんで、あんまり見てなかったんで、そこまで知らないんですけど、これ MXM っていうのは2人組なんですけど、その2人も、このデフィとかワナワンが出たシーズン2に出てたんですよ、このブランニューミュージックでね。で、ここで、デフィとかウジンと一緒に出てた2人なんですけど、残りのね。はい。で、その2人が、MXM として、デビューしてって活動してたんですけど、今回それが、2人を加わって、アイドルグループ、5人グループにするって話なんですけど、MXM のメンバー紹介していきたいんですけども、まず名前、イム・ヨンミンですね。はい。これヨンミンなんですけども、誕生日が1995年の12月の25日と、はい。で、身長も181と大きいんですよ。はい。で、まず言っときたいんですけど、このブランニューミュージックっていうのはヒップホップレベルです。はい。なんで、結構ヒップホップできる子らが多いです。やし、それを目指してたアイドルたちが、ここに入ってきたみたいな感じなんですけど、で、地元はプサンなんですけども、そこのダンススクールに通っていたヨンミンなんですけど、そこにはなんとワナワンのメンバーとして活躍してたウジンがですね、一緒に通ってたんですよ。すごないですか？運命ですよね、なんかね。はい。で、しかもそこでね、プサンって言ったら、ソウルが東京やとしたら、プサン大阪みたいなもんで結構遠いんですよ。で、そこでプサンでダンススクールに通ってて、しかもウジンと同じところでね。で、その後、ソウルに出てって、で、このブランニューミュージック入ったら、ウジンがいたんですよ。すごくないですか？もう奇跡ですよね。はい。で、そんなこともあったと。で、この4人なんですけども、これ JYP の第9期公開オーディション出身ということで、もうこの9期のオーディション出身の人らめっちゃいてって。でも JYP からデビューしてる人よりも、もう他のところで活躍してるって、他
他の事務所からデビューして活躍してる人らばっかりの時にいた、4民なんですけど、その後2016年に韓国の芸能事務所、が50社参加する、合同オーディションに参加すると。でそこでなんと3500人の受験者の中で1位になったと、4民がね。はい。でそこで合計12社からキャスティングを受けたそうですと。でそしてもともとさっき言ったように、ヒップホップが4民は好きやったんでできるんで、ポップレーベルのブランニューミュージックを選んだと。で今練習生になって、でプル出てで MXM 行って、デビューして、でここに至るって感じですね今ね。はい、じゃあ続いてキム・ドンヒョンですね。はい、もう一人の MXM のメンバーなんですけども、生年月日が1998年の9月の17日と、はい、で身長180センチと高いですねみんな。高いな言うてこれ。でドンヒョンなんですけども、ギター弾けてってで作詞作曲もできるんですよ。なんで音楽的才能もあって。でこのドンヒョンは実は元 JYP の練習生なんですね。はい、多いな言って。はい、元 JYP の練習生で、年代的にTWICE の子たちとか、スキズの子たちとか、はいとかソミとかね、そこら辺の人らと一緒に練習してたよって。やから、TWICE のメンバーも知ってるやろし、もちろんスキズなんかもね、仲いいメンバーもいるやろから、そこら辺の交流みたいなのも見てみたいですね今後ね。じゃあ続いてワンワン出身のメンバー紹介したいんですけども、パク・ウジンということでね、はい、身長が176センチと、ちょっと安心しました。はい、僕も176なんではい、もうみんな高いですからね、もう K-POP アイドルね。はい、でこのウジンなんですけども、ポジションはメインラップとメインダンサーってことで、もうスペックが高いんですよ。アイドルとしてのスペックが高いです。はい、2015年の12月に、JYP エンターテインメントのオーディションに合格し、練習生活を続けてたってことで、元 JYP 練習生です。多いなー言って。で2016年に、このキム・ドンヒョンとデフィと一緒にこのブランニューミュージックに、事務所を移したんですよ。っていうのも2016年に JYP の男子の練習生の中で大規模な変化というかのがあったみたいなんですね。なんでそこで辞めていく人めちゃめちゃいたんですよ。だから個人的なそうなんですけども、スキズのデビュー組がもう決まりだしてって、でそういう話し合いもあるんですよ。デビュー組に入れなかったって、で年齢的にここにいても仕方がないってこともちゃんと説明するんですよ。だからそういった時に選択肢をみんなで考えた時に出た方がいいなってことで各地散らばったのかなって思うんですけど、でこのウジはもうダンスが得意でって、もうダンスはもうピカイチあったんですよ。でプラスやっぱりブランニューミュージックというのもあって、ラップも得意やと。はい、なんでもうスペックがもう高いんですね。で他のもうこのなんていうプル参加した子たちもブランニューミュージックはもうラップがすごいんで、みんなそこにはもうラップは語れへんみたいなような印象ありましたね。で最初に言ったんですけども、このウジンがその4民が通ってたこのプサンのダンススクールで一緒やってって、で先にウジンが、ソウルに行って、そこから連絡があんまり取れなかったみたいなんですよ。で、たまたまその4民が、そのブランニューミュージックに入った時にウジンがいてみたいな、でお互い驚くみたいなことがあったんですよ。すごいですね。はい、じゃあ最後のね紹介メンバーなんですけども、プデュでも3位やったデフィーですね。このデフィーなんですけども、身長が172とホッとしますね。はい。ただね、ホッとするのは身長だけで、もうねこの子天才なんですよ。もうプロデューサーなんですよね。これ天才なんです。天才肌なんですよ。やからもうこのプリの時でも最初にこのブランニューミュージックで事務所別で発表していくんですけど、そこでハリウッドって曲をねやったんですけど、大体みんな既存の曲とか先輩の曲とかでちょっとしたアレンジ加えるぐらいでやってたのが、もう完全オリジナルの歌を作ってって、で振り付けらも自分でやってって、で編曲とかねその作詞作曲を中心にやったのがデフィーなんですよ。でそれをめちゃめちゃ評価されたんですよね。やからそのプリの時はセンターあったんですよ。やからもうデフィーは僕は何やろ、デフィーはアイドル兼プロデューサーとして、やっていける逸材やなって。しかもめちゃめちゃ若いですからね。でそのデフィーはね音楽的才能っていうか、その作詞作曲編曲っていうのはもちろんできるし、アイズワンの今回のハートアイズにも曲提供してるんですけど、それだけじゃなくてダンスもすごいんですよ。ダンスがキレキレというよりもダンスの習得が振り入れがめっちゃ早いみたいで、もう10分でダンス覚えちゃうみたいな。やからそこら辺の才能もすごいんですよね。やからこそプデュ2のそのトレーナーの人たちもほんまにびっくりしました。なんこの子って。そのぐらいデフィーは評価が高かったですね。であとこれも有名な話なんですけども、デフィーも、元 JYP 練習生、さっきも言ったんですけども、なんでもうソミとめちゃめちゃ仲良かったっていうね。なんでソミとね共演した時とかずっとキャッキャキャッキャしてましたよね、子供のようにね2人で。やからこうデフィーがデビュー決まった時にはなんでもうソミがもうなんか泣いて喜んでって抱きつきに行ってみたいななんかあった時も僕も泣きましたね。はい。でこのデビューなんですけども、実はアメリカにいる時に JYP のオーディションに受けて、でそこで合格して、で単身でお母さんから離れて、韓国に来たんですけど、そこで JYP の練習生としてやってたんですけど、途中で、JYP はクビになったらしいんですよ。でクビになってって、でもそこで帰らずブランニューミュージックに入ったと。でそんなデフィーがね、アイドル界の先輩でもあり JYP の先輩でもあったそのガッセのジェクと話してたシーンがあったんですけど、デフィーがねジェクに対して、ジャクソン先輩はいろいろアドバイスをくれたっていうことをなんかお礼みたいな言ってた時に、
に、その JYP を出なかったらなーってこうちょっと残念そうにデフィが話をした時にジェクが JYP をクビになったから今はワナワンのメンバーなんだよっていうことをね、言ってあげたみたいな、わらわらみたいな感じでしたけど、ほんまにその通りですよね。人生何があるかわからんって。例えば、JYP にいたからといってね、スキズになれたかどうかっていうのは微妙ですし、何よりもね、もう輝かしいワナワンになれたっていうところはね、こう人生において何かダメになったことがあながち先を見れば悪かったことじゃないよねっていうこともなり得るってことです。頑張り続けたらね、そこで諦めてしまってアメリカに戻ってってなったらもうワナワンには慣れてなかったですから。だからそう考えると何か人生であかんと。だって JYP みたいにクビになってってあかんなって思った時にもうやめようじゃなくてあかんでもまだやりたいって思って頑張るってことが大事やということですよね。でその AB6 なんですけどもね、5月デビューっていうとこまで言われてるんですけどまだデビュー日とか詳細は決まってないんですよ。ただちょっと写真が公開されてっていうのと、今日ねAB6 の動画撮ろうと思ったらなんとKCONの出演が決まったんですよ。はい。で日付なんですけども令和元年の5月17日もうこれ金曜日ですねの日本のKCONでこれが AB6 が出るということでちょっとファンの間でざわっとしてましたけどもデビュー早々にKCON来ちゃうんやっていうね、だからちょっと僕も驚きありましたけどってことでAB6 については個人的にはやっぱりワナワン出身のメンバー2人もいるしで MXM のメンバーもやっぱり有名は有名なんでやっぱりそれが合わさってグループで活動していくでプラスワン誰か分かんないですけど結構大型グループになるんじゃないかなって今のニューイにも負けないぐらいのレベルのグループになるんじゃないかなっていうふうには思ってるんでやっぱり新人賞分からんなって、T/T 確定やろって僕もね初め思ってましたけどそんなことないとまだ始まったばっかやと K-POP ねでワナワン出身のメンバーがいろいろこれから動き出すとで何よりも僕はデフィが好きなんで、今後とも AB6 か何かあれば動画でもご紹介していけたらなというふうにも思ってますってことで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。じゃあねバイバイ。